どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、フィカス紹介をやります。今日はね、ベンガレンシスの新品種、ジョイハート紹介をしたいと思います。ここにいるんですけど、これね、まずはね、葉っぱクローズアップした動画先に撮ったんで、そちらをね、どうぞご覧ください。はい、これがフィカスジョイハートです。ちょっと近くにいてみます。この葉っぱの形。これがね、ちょっと普通のベンガルよりも、ちょっと、尖ってるかな。ハートの形と、言えなくもない。そうですね。ちょっと尖ってるって感じですよね。どっかで見たことあるような形ですけどね。で、これがね、新しい葉なんですよ。こういう感じ。赤いですよね。こっちも。で、感じですかね。これも新しい葉っぱ。で、幹は、白い。これちょっと曲がりしたてのね、いい感じですけど。はい。いや、かっこいいですね。はい、こんな感じです。こんな感じでした。はい、以上です。はい、どうでしょうか。めちゃくちゃいいっすよね。で、ちょっとね、手前にもあるんでね、もう一度ちょっと軽く解説がてら。葉っぱが、ちょっと形が、僕らのイメージしているベンガレンシスとちょっと違いますよね。ちょっとね、先っぽが尖っている葉っぱがね、結構あるんですよ。ものによってですけどね。別に何も別にいつもと変わらないじゃんっていうような形の葉っぱもね、なくはないんですけど、いつもの形ってじゃあ何なのって話なんだけど、いつもの形は、楕円形のね、丸いこういうやつ、あれのイメージやっぱ強いですよね。PW、プルーブンウィナーズがオードリーっていう名前をつけて売ってるタイプ。あのタイプのベンガレンシスだと、楕円形の形のイメージですよね。でそれとはちょっと離れてる感じはありますね。で、あと、触った時のこの毛の感じ。これはベンガレンシスだけども、これがすごく気持ちいい。これはベンガレンシスはそういうもんだよね。で、あとやっぱり色。新しい葉っぱの色と、その葉脈。新しい葉っぱの葉脈。もう裏側も見てもね、やっぱね、すごい赤いペティオラリスみたいな感じですよね。これね、学名は、なんて言うんだろうっていうところなんだけど、それはね、やっぱりね、フィカス、ベンガレンシス、ジョイハートっていうことだと思うんですね。それはね、種苗法の品種登録のところにも、ベンガレンシスだよっていうのが書いてあるし、そこはね、一旦ね、これはベンガレンシスだっていうことなんだけど、そうじゃなくてさ、例えば、ただジョイハートって売ってて、例えば品種登録もされてなかったらだよ、僕の中の謎フィカスのくくりに入れちゃいますね。謎フィカスのくくりって何なのって話なんだけど、僕の中での話ね。それ園芸品種名がカタカナで一応ついてるけど、英語に直した時のスペルもわからないようなやつ。で、学名もわからない。みたいなやつが結構あるんですよ。例えば、グランディス。グランディスはブラウンって言ったりもしますね。グランディスはそっか、トリコポタの可能性が高いね。他は、例えば、ルーカスとか、リオとか、リツコとか、アーリーゴットとか、あのタイプのものをね、僕は謎フィカスっていうくくりに、僕の中でね、入れてて、でそれをね、一つ一つ学名をね、これじゃないっていうのをね、探していく。実際にもう、ね、原種、野生種としてあるやつで、もう名前とかついてるだろうやつと、そのね、葉っぱを見たりして、特定していくっていう作業をね、ボタニカリスティクスは、この作業結構楽しくてやってるわけなんだけど、その謎フィカスのくくりにバコーンと僕ね、入れちゃいかねないな。ただ一応ね、ベンガレンシスって言われてるし、多分そうだと思うんで、全然ここはあんま気にしてないんだけど、もしね、ベンガレンシスっていう学名がね、全然ね、はっきりしないまま売ってたら、そのくくりに、謎フィカスの仲間入りだったなと思って。っていうのはね、僕ね、パッと見たときに、ルーカスを思い出したんですよ。だからなんですけどね。ルーカスって、葉っぱの形はね、全然違うんだけど、質感とか、色とか、そういうのね、感じは、ちょっとベンガレンシスによく似てるタイプのフィカスなんですよね。そのね、ルーカスを育てて、新葉がさ、新芽が出て、で、葉っぱになっていく過程を見ていくとですね、このね、ジョイハートのこの新葉とすごく似てるんですよ。この触った感触もそうだけど、色とこの赤い葉脈。これがね、これちょっと近くに見せるね、もう一回。あれ、ここにあるね。この感じ、この感じ、これが。オーマイガー。
見えるかな、見えないかな。うん。で、あとね、やっぱ裏側見せないとね。大変な。土がついちゃった。こういう感じ。その、最初に見た時に、ルーカスじゃんって思ったのはそういうことなんですよね。シンバの色と、シンバの葉脈の色、赤い色。で、これ見て、もうルーカスみたいって思ったんですよ。で、ルーカスは葉っぱの形はだからさっきも言ったように違うんだけどね。っていうのと、あともう一つは、シンバじゃなくてもこっちのね、ちょっと尖ったこの葉先、このピョンとした感じ。この感じがアーリーゴッドみたいだなって思ったんですよ。アーリーゴッドもルーカスも僕の中では学名がわからないから謎フィカスの枠に入れちゃって、今ね、解決リストみたいなのに載ってるんですよね。僕の中でね。なのでこれもね、ベンガレンシスだっていうことがはっきりしてなければ、そこのくくりにぶち込んでたかなって、ベンガレンシスらしいですね。っていうのはね、まずね、これもちょっとここから先はね、本当に考察シリーズの、内容っぽくなってくるんだけど、やっぱりね、時系列をこうやって追いかけていくと、まずジョイハートっていう名前が何なのっていう疑問からね、入ってったんだよね。そういうアプローチで入ってって、なんかを引き継いでんじゃないかと思ったりしたんで、こう遡っていくわけ。それで遡っていくと、やっぱり最初オランダだったかな。ちょっと年号とかはちょっとわからないけど、フィカス、ベンガレンシス、ジョイっていう名前で登録してるんですよね。で、これはね、ヨーロッパ圏で通ずる商標権として売り出しているベンガレンシスの品種があるんですよ。あとね、別でアメリカではプルーブンウィナースがシャンデリアシリーズ、ロイとか出してるシリーズですよね。で、シリーズでベンガレンシス、ハピネスっていう名前で出してるんですよ。で、そのジョイとハピネスをこう見比べるとね、ほぼね、同じ。もうそれね、ネットで探すと出てくるんで、写真を見比べてくださいよ。同じに見えますね。なんかね、それこそ新葉の色がこんな色で赤い葉脈、先っぽがちょっと尖ってるみたいな。こういったベンガレンシスですよっていう感じで売ってるわけ。それが、で、今度日本の話を。日本では種苗法の品種登録だよね。農林水産省。で、これがジョイハートっていう名前で今出てるわけなんだけど、これがね、去年の10月ぐらいに登録が完了したと。で、このジョイハートをそこに並べてみるわけ。その3つ並べてみると、もうね、酷似してる。これ同じものを言ってるよねっていうのがね、多分ね、目でね、見てね、わかると思う。それはね、あんまり疑わないでね、確信できるんじゃないかな。っていうのはさ、やっぱり商標権がさ、それぞれの国、ヨーロッパは一つの国じゃないけども、ヨーロッパで通じます。で、それはアメリカでは別の名前で、ハピネス。最初ジョイ。で、ハピネス。これはね、ヨーロッパとアメリカで取ってる商標なんだけど、それぞれの国で制限を受けていると。で、日本に来て、それを今度山田農園さんがですね、登録したと。面白いのは、あっちではね、品種登録っていう、例えばアメリカのね、特許とか、そういうんじゃないんですよ。確かね、ヨーロッパとかだとね、品種登録すると多分ね、そのなんか名前が多分固定されるとかなんとかいろいろあるので、いろんな事情があるんだけど、そういうのはじゃあ抜きにして、で、日本に来て農林水産省の登録を受けたと。だから、こっちはね、商標権というよりはね、種苗法の品種登録なんですよね。ちょっと難しい話になってきちゃったから、ちょっとこの辺で終わりにするけども、それぞれで、そう、ベンガレンシスのジョイだよ。ベンガレンシスのジョイハートだよ。というね、ベンガレンシスのハピネスだよ。っていうことでね、言ってるんで、これはね、ベンガレンシスで間違いないのかなって思うんですよね。で、プラス、僕の方で個人的に、アイナチュラリストっていう、あるじゃない。で、あれでね、ベンガレンシスを、インドとか、バングラデシュの自生しているところのね、というかそこでアップしてる写真とかをね、見に行ったりとかしてたの。そしたらさ、いるんだよね。これみたいなのが。その辺の自生してんの。なんかね、雑草みたいに生えてる。それね、僕ね、ちょっとこの写真、ちょっと権利の方を確認してなかったし、ちょっとその写真また探しに行くのすごい大変なんで、画像を上げたりとかできないんだけど、バングラデシュの西の方の地域でアップされてる写真だったかな。その辺のね、ピコピコやってたんですよ、こうやって。いろんなベンガルあるなぁ、みたいな感じで見てたの。そしたら、このね、この新葉で葉脈が赤い感じになって、で、この葉尖ってるの。これがね、自生してたよ。ベンガレンシスって言って、アップされてた。だからね、ベンガレンシスなのかなって。だからあれ探してるとさ、ジョイハートだけじゃなくて、僕のね、謎フィカスっていうね、もうブラックボックスにぶち込んでるカタカナフィカスの品種あるじゃない？あれ、いるかもしれないよね。なんていうかなんだ、ベンガルかよ、みたいな気持ちになっちゃうんだけど、そうじゃないの、なんか言い当てたいから、本当はね。それはそれ感情的にね、いいんだよ。ベンガルでいいんだよ。分かればいい、僕は。
たださ、もしさ、ベンガルだったとしてもさ、このさ、例えばオードリー、どっちがね、ベンガルのニュートラルなのかわからないけども、あまりにも違くない？だからさ、フォルマで分けるのも違う。さらにもサブスピーシーズでせめて分けてほしいぐらいな。なんだろうな。もうベンガレンシスじゃないよってやってほしいぐらいなんだよ、本当は。別の品種ですって言ってほしいぐらいなんだけど、そこはね、ちゃんとルールがあるから、どうやったら新しい学名が生まれるかとか、そういうルールがあると思うから、そこはとにかく言わないんだけども、っていう感じでちょっと難しい話たくさんしちゃってんな。本当はね、これ今ね、フィカス紹介のシリーズだからね、そんなにね、あんまり難しいことで言いたくないんですよ。とにかくね、いいです。これ、フィカス、ジョイハート。フィカス、ベンガレンシス、ジョイハートですね。めちゃくちゃいいんでね、これね、まだまだね、さっきも言ったように、登録が完了したのが、去年ぐらいでですね、その前からもうリリースはされてると思うんだけど、まだまだね、レアフィカスですよ。もしね、お店でね、見つけたらね、ぜひね、ちょっとね、よく見てね、可能であればね、ちょっと触ったりとかして、楽しんでくださいよ。もちろんね、買っていいですよ。買えるなら買っちゃった方がいいですよ、こんな、本当に。でね、成長はね、早い感じしますね。成長っていうか、葉っぱのね、大きくなるスピードがさ、ここにいるんですけどね、新芽がね、もう昨日こんくらいだったのに、もうね、こんくらいになってる。早いですね、この季節は。超ちっちゃい葉っぱ出てる。そんなんだからさ、ちょっとこれ見て。今までなかったなっていうタイプのベンガレンシスですよ。ベンガレンシスの新品種なんてちょっとワクワクしますけどね。こんな感じでどうでしょう。今日はフィカス紹介、ベンガレンシス、ジョイハートでした。またね、次もね、フィカス紹介やるかな。いう感じなんで、またお楽しみに。ではまた。